のは、カタマ、レイヨンベール、ミュールター2、昭和の普通のうちスタジオプラスワン、4月と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは、広瀬はじめです。キーカンオン T シャツ、T シャツと映画の話は今回で最終回です。最終回で取り上げる映画はスパイナルタップです。この映画の監督は青春期を回想するストーリー、スタンドバイミー、ロマンティックコメディの恋人たちの予感、サスペンススリラーのミザリーなど様々なジャンルで傑作を生み出しているロブライナー監督なんですが、実は映画表現として革新的なことを行う監督で、私は大好きな監督なんです。そのロブライナーが最初に監督した映画、スパイナルタップ。この映画自体が実験的で革新的な映画なんです。さあ、その革新的な映画とはどんな映画なんでしょう。そして、その中に出てくる T シャツというのはどんな T シャツなんでしょうか。それでは動画をご覧ください。映画の中のですね、小道具として使われてきた、T シャツをいろいろ紹介したんですけれども、もともとはですね、ロック音楽好きで集め始めた T シャツですし、私個人を中心としてですね、こういろいろ放射線上にですね広がった趣味の上での話でしかないので、前のシーズンのですね、ローリングストーンズの回でもですね少しお話したそのゴダールとですねストーンズのように映画の中のでですね、音楽が印象的だったりとかですね、ロック音楽をですねエピソードとしたですね映画がやっぱり好きだったりします。ミュージシャンのですね電気映画だったりとか、ティーンエイジャーの音楽活動をですね描くような青春映画も大好きです。70年代ロック音機だったりとか80年代にハードロックヘビーメタルが隆盛して、産業力化していく過程をですねご存知の方で、かつ映画が好きでですね、そんな方っていうのはですねきっと私がですね今回ですねご紹介するこの映画が大好きな理由もですねきっと分かってくださると思う、一本の映画とその T シャツを紹介したいと思います。スパイナルタップです。スパイナルタップというバンドはですねデビッド・セント・ハビンスとナイジェル・タフネルがですね、幼少期に出会い親友になり一緒にロックをですね聴き育ったことでバンドを結成する、そこにですねバンドがスパイナルタップというバンドが始まります。デビューした直後は、サイケデリック風な曲調でしたが、70年代後半からはですね、ギターを前面に出したですね、ハードな路線に方向を変えたことでですね、イギリス国内でもヒットしブレイクしたことでですね、ハードロックヘビーメタル黄金期には活躍して、世界をでヒットしたバンドでした。で、音楽性の方向性のですね違いからですね一時的にそのナイジェル・タフネルがですねバンドを脱退して、バンド自体はちょっと低迷しちゃうんですけれども、実はですね日本でですね、曲がですねヒットしてですね、再ブレイクすることなんですね。その再ブレイクをきっかけにですねナイジェルがバンドにスパイナルタップバンドに復帰してですねオリジナルメンバーが揃ったところでですね、そのツアーを行ってツアーがですね大変好評を得て、ナイジェルの復帰後はですねバンド活動自体はすごく順調でアルバム3枚発表してですねですねフレディ・マーキュリーのですね追悼コンサートにもですね出演したりとかですね、その後もですね、大きなフェスティバルなんかにも出演するなどですね、すごく活躍をしていたそのイギリスのですねバンドです。言ったらちょっと伝説的なバンドでもあったりするのかもしれないです。でそのですねバンドの活動の北米ツアーですね、を含むですね活動に長期ですね密着して、バンドのですねドキュメンタリー映像撮影をした映画がそのスパイナルタップ
という映画になるわけなんですね。というような感じで映画の紹介がされたらですね、皆さんどう思うでしょうかと。そしてですね、今話した内容の大半が虚構、嘘ですね。で、そのほんの一部が本当の話だとしたらですね、皆さんどう思うんでしょうかという感じです。ネタバレというかですね、映画そのものの話をすると、このスパイナルタップっていう映画はこの映画を撮るために作られた架空のバンドでですね、その架空のバンドを追ったそのドキュメンタリーとして、何でしょうか、フィクションとして作られた映画、ドキュメンタリーじゃなくて、あくまでフィクションとして作られた映画がスパイナルタップなんですね。そんな設定の映画なので、映画もですねカルト的にヒットして、サウンドトラック、その映画の中のサウンドトラック自体がですねバンドのアルバムとしてですね発売されたりとか、実際の映画の中でバンドを演じてる演者ですね、さっき言ったデビッドとそのナイジェルを演じてる役者さんも実際にギターを弾いたりとか弾いてるんですよね。で、実際のその演者がライブ演奏したりするというぐらいですね、受けてですね、何でしょう、その映画自体ですね、フェイクドキュメンタリーとして作られた映画がそのやっぱり文化的、歴史的、神秘的に重要なものとして見なされると、そのアメリカの国立フィルム登録簿にっていうのに登録されるんだけど、それに認定されて登録されてるというような映画だったりするんです。それぐらいですね、だからいわばその映画を見るまでスパイナルタップっていうバンド自体は人は誰もですね見たことも聞いたこともないバンドだったりするんですけど、終始一貫そのドキュメンタリーとして描かれる映画なんで、普通だったらなんじゃこりゃと思うところなんですが、その見たことも聞いたこともないバンドのドキュメンタリーにどんどん引き込まれるんですね、見てると。で、そう引き込まれてしまうほどどこにですねその架空のドキュメンタリーに面白さを感じたのかなというふうにちょっと疑問に思ったりするんですよね。なんでかなと、僕もですね最初見た時から面白かったんですけど、なんでかなっていうふうにやっぱり考えてみました。でそこにはですね本当にあった話を、他人のことを客観的に見てるだけじゃなくて、ドキュメンタリーとして撮られてるもの自体をですね少し客観的に見たりとかですね、ちょっと上から俯瞰的に見たりするっていう風にしてるんじゃないかなと思うんですよね。なんでしょう、現実の中にある、ドラマ性を都合よくドキュメンタリーっていうものはですね切り抜きしてたりとか、それだけを取り上げたりしている、計算があったりするんでしょうね。そういったところを分かって見てたりとか、あとあえてそういうドキュメンタリーの中で、作られているものを意図的に抜き出したものに感情移入するというようなものからですね、それに似てるものがですねやっぱり、フェイクのドキュメンタリーの中にもあったからなんじゃないかなというふうに思ったりしたんです。そもそも笑いっていうもの自体がですね実際にそのお笑い、例えばコントとか漫才とかっていうようなの笑えるシチュエーションのことが現実に起きたら、人はその笑ってる場合じゃないんですよね。とんでもないことだから笑える、それを自分事じゃなくて客観的に見てるからやっぱり滑稽に見えたりするから笑えるんだというふうに思うんですけど、その滑稽であること、自分には関係ない他人事だから笑えるということ、それがですね、このフェイクドキュメンタリーの中にもあると。またその感情移入という事象自体ですね、その他人の話を本来は他人を自分とは別のものとして明らかに認識しているところから他人のその気持ちの方に向かっていくという、明らかに最初は別のものとして見ているところに入っていくという行為であったりすることがやっぱ感情移入だと思うので、そういう意味でもですねこのフェイクドキュメンタリーの中にその他人を見ている、客観的に見ている、そこを
客観的俯瞰的に見て笑う、あと他人明らかに別の人を見ててそこに感情移入して入っていくというようなですね、そういう行為があるから、そこに面白さを感じてるというものかなというふうに思うんですね。これ割とそういう感性っていうのはですね、あえてそこ考察的に今話してるんですけど、実際にそこ実見てるところはそこまで考えて見てるわけではないんですけど、実際にやってることはそういうことじゃないかなと。でそれってやっぱりかなりハイレベルなですねメタ的思考がなせる技なんじゃないかなというふうに思ったり今したということなんですね。でこのスパイナルタップという映画、さっき言ったフェイクドキュメンタリーの映画がですね世に出たタイミングとほぼ同じくしてですね、アメリカではですねロックの世界でちょっとした事件が起こっています。事の顛末自体を聞くとですね、一部の低レベルな思考と感性しか持ち合わせない人と、そういう人をですね評伝として考えるですね低レベルの政治家のためのですね、言ったら生贄スケープゴートにロックミュージックとかですね、ハードロックとかヘビーメタルミュージックがされてしまったというような騒動の話です。その当時から後になってですね副大統領になる人物で、当時はですね上院議員だったアル・ゴアという人がいるんですけど、そのですね奥さんでティッパー・ゴアという人がいました。今もいるんでしょう。その夫婦のですね11歳の娘がですね当時、流行っていたプリンスのですねパープルレインっていうアルバムの中に入っている曲ダーリン日記っていう曲があるんですけれども、それを11歳の娘さんが聴いていた。でプリンスの曲ですからね、歌詞も意味深というよりは割とダイレクトな感じのセクシーな内容、セクシーどころかちょっとよく内容を見ると卑猥な表現のある曲です。かなりセクシーな曲ですね。ティッパー・ゴアはですねその11歳の子供がですねこんないやらしいあからさまな曲をですね容易に聴けるこの状況っていうのが良くないんだと怒り心頭になったようです。子供にですね害のある歌詞の入った曲をですね販売することに規制をかけようというふうに思ったわけなんですね。でそのためにいろいろそういうですね、ちょっと上品なご婦人方をいっぱい集めてですね委員会みたいなのを設立して、そのですね、発表される曲を市場に出る前にですね、いわば検閲規制かけるわけですね。なのでその組織として、PMRC、ペアレンタルミュージックリソースセンターっていうのをですね、作って、性的やですね暴力的な表現のあるレコードに保護者の指導がないとレコード買っちゃダメですよというようなですねステッカーを貼らないと販売できないようにしたというような騒動があったんです。もうちょっといろいろですね裁判沙汰になったりとかですねいろいろあるので、もう深く知りたい方はですねちょっと検索とかをしていただけるといいかなというふうに思うんですけれども、全くしょうもないくだらないことがですね堂々とまかり通ってしまったということで、いまだにですね、あんまりそのストリーミングが主流なので CD とかを買う方もいらっしゃらないかもしれないですけど、いまだにその CD なんかを買うとですねその PMRCのですね、規制のペアレンタルガイダンスのですねマークのついたステッカーが貼られたですね、ユニバの CD が手に入ったりしたりするんですね。いくらですねそういった規制をしたところでですね、子供がですね、そういった言ったらちょっと卑猥な曲だったりとかその暴力的な表現のある
曲からですね、完全に隔離されるかって言ったらそんなことは絶対無理でしょうし、まあ例えばその暴力的な表現の曲を聴いてじゃあ暴力的な人間になるのかと、あと性的な表現を聞いてそんな気分になってしまうのかって言ったらそんなことは絶対ないんですよね。そんなことをちょっと考えればすぐにわかるんですけれども、大半はですね、その表現に何やったらそのかっこよさであるとか、時にはちょっと滑稽さであるとか、時にはですねその曲にですね感情移入できるといったいわばさっき言ったその曲は曲、自分の感情は自分の感情としてですねちょっと別のところからスタートするですね、メタ的なですね面白さをその曲を聴くことに対してもですね見出している。子供もそういうことをしているから大丈夫なんじゃないかなと。同じものをそういったことと同じもので、いわば人のですね高次機能がですねなせる行為で、子供が大人になっていく段階でそういったですね自分とは別のところのものに対してどういう思いを持つのかというようなですね高次機能の発達の中でなせる行為なんじゃないかなというふうに思うにもかかわらず、そういうですねバカなですね規制をかけて聞かせないというようなことをしたというような話があったりするんですね。80年代の半ばに起こったですね騒動による規制とですね、産業化の流れ、そういった規制もあったりとか、産業化の流れの中でですねロックとかですね、メタルミュージックっていうのはですねこの尖ったところとかですねをなくしてしまうきっかけ、あと、エッジをですねそがれてしまうきっかけになっていって、そがれてしまって、どこかですね、もう当たり障りのないどこかちょっと滑稽さだけをですね残してですね現在に至ってしまったのかなというような気もします。それ以降ですね90年代にかけてロックへの衝動っていうのはですねやっぱりこう外に向かっていくと本来ロックの持ち味だあったところをですね規制されたりとかそがれたりとかですねしてしまいますし、人からですね滑稽なものとして見られてしまう、笑われてしまうというようなところばっかりが強く残ってしまうので、どんどん内へとですね向かざるを得なかったのかなというふうに、ロックの衝動がどんどん自分の内側に向かっていったんじゃないかなというふうに思ったりもするんです。今やですね50代60代私なんかよりちょっと同年代から上の年代のおじさんとかおばさん、ちょっとおじいちゃんとかおばあちゃんに足をかけてるようなですね、人たち、当時のですねメタルミュージックをが好きだった世代かもしれないですね。その世代がですね、当時のロックミュージックとかメタルミュージックを、開口趣味的にですね演奏している姿を見たりすると、まさにですね、そういうことが起きてるんじゃないかなというふうに思ったりするわけです。そういう意味ではロックミュージックとか、ヘビーメタルミュージックという音楽は、本来最初持っていた重要な要素の一つである若さゆえのですね行き場のない衝動であるとか、何に対してかわからないけどとりあえず反抗したいと、レベルですねみたいなものを失ってしまってですね、衝動とか反抗みたいなものはですねヒップホップミュージックなんかにですねその座を譲ってですね、もう長く時間が経ったのかなというふうに思ったりします。なんでこの話をするかというと、僕の知ってる中でもですね学校のですね先生が課外活動でですねヘビーメタルミュージックをですね演奏してたりして、それをですね PTA の人たちもですね平気で許してるどころか応援してるみたいなですねそんな話を聞いたりするわけです。なのでそういう意味ではですね大人から意味嫌われる、ちょっと煙たがられる音楽では間違いなくなくなっちゃってるっていうのが
ロックだったり今のロックだったりするのかなというふうに思うんですよね。例えばじゃあどうでしょう、学校の先生がですね、ギャングスタラップみたいな形でですねラップバトルに出て相手をケチョンケチョンにディスったりしているというようなことをやってるっていうことを例えばですねその先生の生徒のですね親が聞いたりしたら、そんな先生はっていうふうにやっぱりちょっとって思ったりするんじゃないでしょうかね。なので結局そういうことなんじゃないかなというふうに思ったりするわけです。何でしょう、そんな話もあって、ちょっとフェイクドキュメンタリーのですねこう客観的に面白く見るとかですね、感情移入するっていう話とか少しずれてしまったかもしれないんですけど、そんな見方もこの映画ではできるのかなというふうに思ったりするんですよね。ちょっとうまく伝えられなかったなっていうふうには思うんですけど、自分もですねもうちょっとうまく伝えれればいいのになというふうに思って、もうちょっと自分が思っていることを伝えるのを勉強しないといけないなと思ったりするんですけども、言ってもですねこのフェイクドキュメンタリーであるスパイナルタップっていう映画はですね万人に受ける映画ではない、とても実験的なコメディ映画だとは思うんですよね。実は一緒に動画作っている仲間にもですねこの映画を進めたんですけど、見て面白かったけど、っていうようなですねでもものすごく面白いというふうな、感想じゃなかったんですよね。なんでちょっと、僕のおすすめもうまく伝えられてなかったのかなというふうに思ったりもしますし、あまりにもこの映画が実験的だったりするし、どっかやっぱりあくまでそこは面白く描かれているので人全員に面白いと言われるような映画でもないのかもしれないですということは思いました。ただですね、スパイナルタップっていうのはですね、映画のタイトルでもあるんですけどバンドの名前、どうしても存在しているので検索したりするとですねいろんなマーチャンダイジングもあってですね、いろいろ出てきます。もちろんですねスパイナルタップのロゴが入った T シャツなんかもありますし、実はですねその映画の中に出てくるんですけども、マーシャルアンプのボリュームをですね、10までしかないものを11まで作って、今までよりももっとでかい音が出るんだというような話の設定があるんですけど、その中でですね、11まであるので、GoTo11 だと、いう話をするんですよね。GoTo11 っていうその、キャッチフレーズみたいになっていて、その GoTo11 という言葉が入った T シャツなんかもあったりしますので、実はその GoTo11 って今でもですね慣用句的にですね、最大出力出せとかですね、いつものパワーを超えて出せみたいな慣用句としてですね、普通に英語圏で、アメリカだと思うんですけど使われているようです。それもその GoTo11 っていうのがその今まで以上に最大で頑張れみたいな言葉で慣用句として使われるようになったきっかけもこの映画だというようなほどなんですね。この映画のそんな影響力を感じさせるエピソードだったりとかします。実際にマーシャルアンプって10までしかなかったのをその10以上その後作られるようになったというような話もあったりします。そのですね、GoTo11 っていうセリフを言うのがですね、劇中ではそのナイジェル・タフネルっていうですねミュージシャンが言うんですけど、そのナイジェル・タフネルっていう架空のミュージシャンが劇中ですね着ていた T シャツっていうのがあって、それがですねいかにもそのミュージシャン、ギタリストギターが好きなミュージシャンがオフの時にですね着ている T シャツっていう感じですごくその映画を見てる時からも気になっていたんですね。であまりにもちょっと気になってたので自分でも手に入れることになったんですけど、それが今回紹介する、ノーマンズレアギターのロゴ T シャツになります。ここにですねノーマンズレアギターというふうにロゴが入っていて、ここにキャラクターがプリントされています。でバックはプリントがないですね。
この T シャツのコマは多分このキャラクターのモデルにもなっている人がですね、ノーマン・ハリスさんといって、昔からですねカリフォルニアでヴィンテージのギターを扱うショップをですね経営している人なんだそうです。でこのノーマンさんのヴィンテージギターショップもですね自伝の本が出版されるぐらい、日本版も出版されてるぐらい、知る人ぞ知るっていうんですかね、知る人ぞ知るぐらいのお店だそうです。やっぱりそんなお店なので有名ミュージシャンも御用達のようです。そんなこともあってか、その劇中の設定であるイギリスのミュージシャンであるナイジェルがですね、北米ツアーの途中にそのノーマンのレアギターショップを訪れてこの T シャツを買って着用してるんじゃないかというようなことを想像します。でこのロゴもですねちょっとレトロな70年代チックな雰囲気ですよね。ちょっとこうベルボトムラッパーズボン入ってたりとか、こうねフライング V のエレキギター持ってたりとか、ちょっとレトロチックな雰囲気ですけれども、当然ですね昔からあるお店ですし、このロゴ自体もですね未だにやっぱり使用されているようです。まさに老舗というような感じですね。でこの私が持っているものもノーマンさんのですねお店がですねネットでこの T シャツ販売していらっしゃるので、そこから購入したものなので本物のノーマンレアギターの T シャツですね。コメント欄にですねまだ残ってたらですねリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。本当であればですねT シャツとロックミュージックのお話をするチャンネルだったので、このノーマンさんのお店のですねこととかもう少しちょっといろんなエピソードがあるのでお話ししたいと思ったりしたりするんですけれども、映画からちょっと離れてしまうので、あと時間も結構話しちゃったからまた何かの機会にですねこのお話できたらいいかなというふうに、思います。ちょっと映画の話をするといろんなことをちょっと語りたくなってしまうので、話が長くなってしまって本当にちょっと編集も大変だなというふうに思ったりするんですけど、楽しかったです。全部でですね6回ぐらいやってるんですけど、まだまだですね映画の T シャツとかですね、海外ドラマをネタにした T シャツもいくつか持ってたりするので、映画の T シャツの話はまたいつかやりたいなというふうに思っているので、もしよろしければご期待ください。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。この映画スパイナルタップは1984年公開作品ですが、長らく日本では未公開の映画でした。映画の中のイギリス人ミュージシャンを演じているのは実はアメリカ人なんです。そして映画の中では徹底的にこのミュージシャンを皮肉っていますよね。ところがオジー・オズボーン、ジューダース・プリースト、ロバート・プラントなどイギリス人ミュージシャンはこの映画に共感し、スティングに至ってはこの映画は自分に起こったことを見ているようで、笑っていいのか泣いていいのかわからなかったというふうに言ったそうです。このように多くのミュージシャンに愛されるカルト的な人気を誇ったこの映画が公開から34年経って2018年に日本で劇場公開になったということです。そんな話題もあってか、劇中で使用されている T シャツを私は手に入れたということもあるんです。さあ全6回でお送りした T シャツと映画のお話いかがだったでしょうか。いつもとは異なった趣向でお届けいたしましたが、またいつか T シャツと映画についてお話ししたいと思います。